お殿様、お嬢様がお二人です。出産されました。お殿様の奥様、双子の劉邦をご出産されました。ジアン・ミン・ユエ。ユーヤンが父親の半分の玉ねぎを持ってこなければ、親戚だと名乗り出て、当初あなたと取り替わったと言わなければ、今でもあなたという偽物のお嬢様に騙されていたでしょう。ユーヤンはあなたの代わりに18年も苦労した。今はただあなたに辺境の軍隊で3年過ごさせようというだけ。まだ甘すぎる。これはあなたが私たち画家に借りがあるからだ。やめて、お兄様。どけ。ユーヤン、行こう。で、何が都一番の才女だ。つまらない死んだ魚のようだ。まだ泣いている。ただの最小帝の偽物のお嬢様だろうが。何を気取っているんだ。最小帝の一族は栄光に満ちている。長男のジアン倍増は官臨の地位につき。書いた詩がお姫様の気に入られ、間もなく、皇帝陛下の女性になる。嫡女のジアン・ユーヤンは才色兼備。だがあなたのような卑しい女に十数年も身分を奪われていた。これはあなたが受けるべき報いだ。私が書いた詩や作論がついに兄上と最小帝の役に立った。ユーヤンの身分を奪ったことへの償いができた。下流病、感染したら10日も生きられない。終わった終わった。すべて終わった。部下の深いなさで。まだ民営をご少なさいませ。探し続けろ。はい。一体どこにいるんだ。君に知らせたい良い知らせがある。ああ、まだどれくらいかかるの？いつまでかかるんだ？ 3年だ。と、ついに戻ってきた。すまない。一体どこにいるんだ。お兄様。ミンユエが戻ってきました。でもミンユエは罪人のみ。お兄様とユーヤンはすでに人々の憧れ。私が恥をかかせてしまうのではないか。民ゆえ。民ゆえ、ちょうど君を探そうとしていたところだ。お兄様、やっぱり。民ゆえのことを忘れていなかった。外は人が多い。中で兄弟で話そう。元踊り時私は軍にいて自分で手を下そうと思っていた。お前が自ら死に場所を求めて戻ってきたのなら、私のせいではない。兄さん。軍医は私があと数日も生きられないと言った。ただ、お前に会いに戻ってきただけだ。お前がまだ恨んでいるのは分かっている。昔、私の実の母親が、私とユーヤンを入れ替えたことを恨んでいるんだ。バカ者。どうして恨むことがあるだろうか。だって、あの時ジアン・ユーヤンと入れ替わったのは私の方だから。
ジアン・ユーヤンのあのバカ者。小さい頃から実の母親に殴られ罵られ、家族の愛情を渇望していた。私は、ただ何度か彼女を気遣っただけで、彼女は自然と信じ込んだ。私こそが彼女の身の兄なのだ。だから、私とユーヤンこそが本当の姉妹なんだ。それなら、私が辺境で耐えたこの3年間の苦労は、償いとして言ったことは何だったのか。もちろんお前がバカだったということだ。お前の家族全員がバカ者だ。3年前、ジアン・ユーヤンが訪ねてきたとき、ジアンホンのあの老いぼれ、なんと真相を公にしようとした。仕方なく、私は彼を秘密裏に監禁するしかなかった。少しずつ彼を苦しめて死に至らしめた。ジアンバイゾウ。父上はお前を10数年も育ててきた。お前は畜生以下だ。ユーヤンに母上や祖母にも伝える。お前の正体を。ユーヤン。兄さん、彼女がどうして戻ってきたの？お前は大丈夫か？私たちこそが。危ない。やめろ。いえ。すまない。来るのが遅れた。もう父上にお願いして、私たちの結婚を認めてもらった。これからは、お前は四皇妃だ。もう誰もお前を軽んじることはない。しっかりしろ。最高の太陽を連れてくる。遅すぎた。ヤン君兄さん、来世は。早く来てね。民ゆえ、もう一度兄さんのために。最後に頼む。私が感触を売ったことがオービテラにバレてしまった。彼らは今、最小の屋敷に人を捕らえに来ている。父上は最大救援の途中で行方不明になった。祖父には男子がいなければ、対局を掌握できません。この話は3年前の。ジアンバイゾウが私を出して、彼の罪を被らせた時の話でしょ？まさか、私は生まれ変わったのか。民ゆえ、兄の罪を被ってくれるなら、必ず母と祖母に頼んで、あなたを祖父の令嬢として認めさせ、ユーヤンと対等の立場にしてあげます。でも兄さん、私も死んでしまいます。心配するな民ゆえ。すでに手配しておいた。せいぜい辺境への流刑になるだけだ。ジアン民ゆえ、あなたとユーヤンは18年間入れ替わっていた。彼女はあなたの代わりに18年も苦労した。これは上昇府への借りだ。返すべきだ。もし断るなら、せいぜい。上昇府が取り潰され、みんながあなたの身勝手で、共に死ぬことになる。わかりました。お引き受けします。あれは。私ジアンミンユエは学識豊かで、ごとき書がすべてに精通しているあなたが、翰林学士の地位につけたのはすべて私がかけて、策を練っていたからだ。私は祖父の令嬢という身分など、必要としない。前世ではジアンバイゾウが先手を打ち、ユーヤンを利用して世人を騙し、私が偽物の令嬢だと決めつけた。今は父上がいない。急に彼の正体を暴いても、
誰も信じてくれないだろう。だから兄上、男らしく。自分の罪は自分で負ってください。あなた、オーリテラ卿が到着しました。ジアンミンユエジアンミンユエ。ジアンミンユエ。ヤン君、兄を探して、必ず父上を見つけるように伝えて。前世では父上は災害救援の途中で行方不明になった。今世は、必ず、ジアンバイゾが父上を殺す前に、父上を見つけます。ジアンミンユエ。ただ罪を被ってもらうだけで死ぬわけではない。どうして断るのか。兄上はなぜ自分で認めないのですか？彼は我が上祖父の嫡男。上昇府の未来を担う唯一の希望だ。祖母。猫も杓子も祖母と呼ぶ資格はない。あなたは上昇府の養女として、上昇府の権勢を傘に来て官職を売買していた。今になってことが発覚し、私の孫に罪を着せようとするのか。祖母はやはり、前世と同じで、ジアンバイゾウをかばう。この上昇府で唯一の男子。ジアンミンゆえ。官職売買があなたに関係あるかどうかは別として。あなたは上昇府の血筋ではないのに、ユーヤンの身分を利用して享受してきた。上昇府の恩恵を何年も受けてきたのだから、あなたは上昇府に借りがある。この罪を認めるべきだ、祖母。ミンユエ姉は当時、まだ赤ん坊だった。彼女を責めない。黙れ、ここでお前のような小娘が。口を挟む権利はない。もし私がこの罪を認めないと言ったら？ただ私が女だからという理由で、ゴミのように捨てられ。彼ジアンバイゾウの罪を被らせられるのか。上昇府が今日あるのは、すべて私がジアンバイゾウの背後で、彼のために策を練り、彼が科挙に合格した文章さえ、私の手によるものだ。借りがあるというなら、上昇府が私に借りがあるはずだ。でたらめを言うな。私の孫は学識豊かで才能に溢れている。どうしてお前の文章に頼る必要がある？あなた。私を平手打ちすれば、あなたの大切な孫を2発殴り返す。バイ ER。祖母。私は大丈夫。ジアンミンユエ。もしこれであなたの心が少しでも楽になるなら、兄は耐えるよ。兄は知っている。あなたが兄がかばってくれないことを恨んでいるのは。でも官職売買は重罪だ。私は上昇府全体を巻き込んで、あなたの罪を被るわけにはいかない。祖母、陛下は私に遅刻の才能があると褒めてくださった。私は将来必ず大成し、上昇府の名声は私が支える。私は絶対に失脚してはいけない。ジアンバイゾウ。あなたはオーリテラの人間が全員バカだと思っているのか。官爵を扱った者が誰の手がか、調べればすぐにわかる。ジアン官林、ジアン老夫人。私は公命を受け、上昇府の官職売買事件を調査に参りました。上昇府の皆様のご協力をお願いします。ジャン少卿。ミンユエは私の実の妹ではないが、上昇府で十数年育てられたことは事実だ。私にも監督不行き届きの責任がある。彼女が上昇府のものでないなら、上昇府はこの事件とは無関係だ。者ども、この大胆不敵な女を連行しろ。ちょっと待って。母上。母と娘は心が通じ合うもの。母上は祖父で私に一番優しくしてくださる方です。たとえ私が実の娘ではないと誤解されても、きっと、公平に処理してくださるでしょう。彼女がさっき出て行ったのは、母上を呼びに行くためだったのか。前世では、彼女が心にたくさんの企みを持ち、弱々しいふりをして、ジアンバイゾウの障害を私と争っていると思っていました。私が強量だったのです。ジャン少卿。ミンユエとバイゾウは、私がメイクで育てた子です。確かに、ミンユエは実の娘ではありませんが、彼女が売官のようなことをするとは絶対に信じられません。相手夫人、もし確かな証拠がなければ、祖父を捜索するようなことはできません。
売官の関係には上昇府の死因が押されています。そしてこの死因は祖父の君子とお嬢様だけが手にできるものです。ユーヤンさんが戻った日に、売官の風潮がすでに蔓延していたので、犯人は、ジアン・カンリンとジアン・ミンユエのどちらかです。しかし、ミンユエ、ジャン少卿が証拠を見つけたというのに、早く認めなさい。母上、まだ結論は出ていません。もしかしたらミンユエには冤罪なのかもしれません。黙りなさい。ミンユエ、お母さんを恨まないで。お母さんにも言い分があるの。我が子の行方がわからず、もし孫まで牢屋に入ることになったら、祖父は続けざまに災難に見舞われ、私もユーヤンを、実家の愚かな老いに嫁がせて、めでたいことをしなければなりません。どうして私だと断定できるのですか？倍蔵は私の身の息子です。祖父の一族は忠義の家柄で朝廷に背くようなことは、絶対にできません。あなただけが乳母の子です。あなたの実の母は、あなたを良い生活させるために、あなたと私の園児を入れ替えた。つまりあなたの体には、汚れた血が流れているのです。何をぼんやりしているの？ジアン夫人がおっしゃったでしょう。連れて行け。はい。ダメです。ただ思うのですが、こんな風にミンユエ姉に罪を着せるのは、あまりに請求です。ジアンユーヤン、あなたはただの、田舎で十数年育てられた小娘でしょう。デターメを言って私の孫を陥れようとするなんて。あなたとジアンミンユエを、一緒に破滅させてやる。エミ娘、口約束だけじゃ信用できないよ。もしこっそり犯人をかばったら、牢屋行きだぞ。小娘を脅すな。証拠が欲しいのか？あるよ。最小府の死因だ。確かに私とゴーシロ船しか手にできないけど、この状の筆跡は否定できない鉄証だ。さあ、私とゴーシロ船の部屋へ行って、それぞれの筆跡を探し出せ。そうすれば、本当に感触を売ったのは誰かわかる。上昇卿が見つけた関係の筆跡と、全く同じだ。やっぱり同じだ。誰の部屋から出た？彼女だ。明月、物的証拠はここにある。まだ何を言い訳するつもりだ？孔明月、お前は嘘ばかりついて、私の白事を巻き込んで身代わりにさせようとした。この18年、無駄だったわ。上昇卿。当庁の法律では、官職売買は車先の刑だ。公衆の前で執行して、私の孫の正義を示せ。うん。上昇卿、よく見てください。この紙に何が書いてあるか。これは交換林の上層文だ。どうして孔明月の部屋にある？明月は兄の才覚を敬愛し、よく兄の策論を部屋に置いて研究していた。前世、私はゴーシロ船のために策論を書き、すでに彼の筆跡を完璧に真似ていた。誰にも見破れない。孔明月、お前、私を罠にはめたな。上昇卿、この上層文は私が書いたんじゃない。兄、他人の策論を盗んで陛下に上奏するのは、君主を欺く死罪だ。本当に、この上奏文は自分で書いたんじゃないのか？孔明月、お前、私。ゴーシロ船、官職売買の罪は、許されない。連れて行け。はい。お祖母様。上昇卿、白事は甘やかされて育ったので、交流の苦しみに耐えられません。お手柔らかに。さっきお前が言っただろう。官職売買は車先だと。今になって前言撤回か？どういうつもりだ？人の顔をした畜生め。体裁も構わないのか。高白船は最小府の長男だ。彼一人が大罪を犯してもお前たち全員が責任を逃れられない。さあ、最小府の者を連行しろ。全員を逮捕し、皇帝の裁きを待て。待ってくれ、ジャン少卿。実は、事案倍増はそもそも。上昇が戻ってきた。ヤン君、兄かなんと。お早く父親を見せなか。父上。息子よ、ようやく帰ってきたな。よし。
違う、彼は父上ではない。幼い頃、誤って食材を倒し、父上が私をかばって手首に火傷を負った。傷跡が残っているが、この人の手首は綺麗で父上ではない。しかし、これほど似ている人がいるはずがない。もしかすると。父上、ようやく帰ってきました。もし戻ってこなければ。私と上昇府の上下100人の命は、全員冤罪で死んでしまいます。ジャン将教。本省は朝廷のために災害救済に尽力しているのに、あなたは人を連れてきて、私の家族を困らせる、画家に人がいないとでも思っているのか。上総様、下官も皇帝の命令で行動しています。霊則は。確かに簡易売買の疑いがあります。ただの疑いです。陛下はかつて我が子を治世の才があると褒められたあなたの言葉は、陛下の顔に泥を塗るつもりか、下官は恐れ入ります。事案倍増の簡易売買事件は、証拠が確実で、筆跡が証拠として残っている、否定できない。不肖の子、18年育てたのに、兄をこんなに誹謗するのか。私。父上。息子よ。筆跡は確かに確実な証拠だ。教場総用が。たとえお前で騒ぎになっても、私は事案倍増を連れ帰る。逮捕せよ。父上助けて、やめろ。名刺金牌がある、私の息子を連れて行く者は誰もいない。話せ、老夫は幾度も国のために命を懸けてきた。陛下からこの名刺金牌を賜った。ジャン将教、この事件にはまだ疑点がある。この金牌で息子の牢獄の苦しみを免じる。本省が真相を調べ、自ら陛下に報告する。やはり父上ではない。父上は事案倍増が自死でないことを知っている。どうして名刺金牌で彼を救うのか。行こう。父上の行方がわからない。誰も私の言葉を信じない。軽率に彼らを暴くと自分を危険にさらすだけだ。父上、ようやく帰ってきました。さっき彼が私を撃った姿勢、左利きの癖がある。右腕には生まれつきの不具合があるようだ。愛児が1ヶ月以上行方不明で、妾は心配でたまらない。母親と父親は長年共に過ごしてきた。彼の腕に触れさえすれば、すぐにわかる。彼は父ではない。息子が戻ってきたのは喜ばしいことだ。お前はいつも泣いてばかりで、何を縁起でもないことを言っているんだ。もしお前が愚かで、自分の肉親さえ見分けられなかったら、うちの最小府も18年間、縮小の事案民ゆえを間違って養うことはなかった。豹の災いも起きなかった。ご老人は聡明ですが、同じく見分けられなかったじゃないですか。自分の肉親を。YER は私の孫だ。もし私の身の息子なら、絶対に間違えない。事案民ゆえ。ガケは18年間もお前を養ってきた。恩知らずもいい加減にしろ。兄貴を殺そうとした上に、最小府を、めちゃくちゃにした。老夫はもうお前を置いておけない。民ゆえ、今ひざまずいて。頭を下げて謝罪すれば、昔の情けに免じて。父に頼んで、お前を最小府の下女として。我々の世話をさせてやってもいい。民ゆえ姉、やはり。父と兄に頭を下げた方がいい。最小府に残れば、食べるには困らない。私、事案民ゆえが一生求めるものは、食べるに困らないことではない。私をいじめ、恥ずかしめ。見下した奴らに、地面にひざまずいて謝罪させてやる。私は一生懸命学んだことを使って自分の大きな志を成し遂げる。あなたたちの陰で生きるのではなく、誰かの娘、誰かの妹としてではなく、世の中に証明したい。世の中には男だけが、家門を栄光させるのではなく、女もできる。自分の事業を成し遂げられる。だから今日、彼らが私を追い出すのではなく、私が、この右往の衆と縁を切る。事案民ゆえ。お前はただの下人の生んだ卑しい種だ。我々と縁を切る資格があるのか。追い出せ。我々の最小府には、YER という大黒柱がいれば十分だ。いつか権力の頂点に立った時、必ずこの先人を後悔させる。事案倍増、いつか必ず。お前の見かけ倒しの正体を暴いてやる。お前が最も大切にする朝廷で、土にまみれてやる。今日は本当に危なかった。もう少しで、孫を失うところだった。よかった、お前は兄貴と売り二つで。オーリデアのものを騙せた。そうだな、同じ人間でも運命は違う。明らかに我々は同じ母親から生まれたのに。彼は高い地位にいるのに、私が、一貫繁殖でも得るのを手伝おうとしない。私はただ賭博で先祖伝来の屋敷を失っただけだ。彼は私を崖から追い出した。世間は彼を事案上昇としか知らない。私という崖の次郎がいることさえ知らない。
次郎、母はもうあなたのために仕返しをしたわ。当初、母が決めたのは、S ユーロが男の子を産めなければ、正妻になれないという規則で、長男に、あなたの息子を養わせるためだった。今回、長男が9歳の途中で行方不明になったのは天の意志。彼が二度と戻らなければ、上昇の座はあなたのもの。母上、ご安心ください。私が上昇の座につけば、必ず母上を大切に仕え、母上に安らかな余生を送らせます。良いわ。前世のこの時、町に流民が疫病を持ち込んだ。事案倍増は私が残した。疫病治療の方法を売り、金を稼ぎながら多くの難民を殺した。疫病後、彼はこの方法で皇帝の長身になった。どけどけ。今世では二度と彼に、罪のない人々の屍を踏み台にして出世させるつもりはない。父を見つけさえすれば、事案倍増を。そして父のふりをしている者の正体を暴けば、すべては解決する。あ。おばあさん、大丈夫ですか？民。食べ物をよこせ。話せ、この子はどうして物を奪うんだ。どけ。早く逃げろ、どけどけ、まだ暴走している、どけ。おばあさん、大丈夫ですか？民。ああ、私の子供。どけどけ。危ない。馬が暴走している。早く逃げろ。どけどけ、どけ。早く行け。早く逃げろ。よし、よし。ヤン軍系、本当にあなただったの。ヤン軍系、もっと早く走って、観覧に捕まったら、また連れ戻されちゃうよ。ありがとう。無事でよかった。あなたは相変わらず子供の頃のように軽率だね。わかってる。さっき私がいなかったら、あの馬の蹄が、簡単にあなたの肋骨を踏み砕いていただろう。ヤン軍系、私は、もうあなたと会えないと思っていた。さっきは私の言葉が強すぎた。約束する。これからあなたが危険にあった時は、必ず一番に駆けつけて、あなたを守る。ヤン軍系、私は上昇府から追い出された。もう誰も私を必要としない。あなただけが。俺が欲しい。ここは旧街の指定だ。長く滞在してもいい。ヤン君系、外で聞きたかったんだけど。街中は人多いから、詳しく話せなかった。父上は？どうしてあなた一人で戻ってきたの？まさか、父上に何かあったの？心配するな。事案上昇には何もない。父上が急ぎでとに召喚したが、私は側近を。事案上昇が消えた場所に残してきた。すぐに知らせが届くはずだ。ただ、一体誰が父上の身分を偽ったのか。なぜ父上そっくりの顔をしているのか。前世ではこんな偽物現れなかったのに。もしかして、私が事案倍増の罪を被らなかったから？運命の軌道が変わってしまったのか。殿下。私。事案上昇が見つかれば、真実は明らかになる。まずはゆっくり休むんだ。私のそばで。もう誰も君を傷つけられない。うん。四殿下、疫病が蔓延しています。陛下が都に召したのは、明らかに二王子とどちらが、この災害を解決できるか試している。道具入りの条件だ。疫病の勢いは激しい。短期間で解決できなければ、最終的に苦しむのは民衆だ。しかしこの事案倍増官人は、災害対策に長け、陛下の寵愛を受けている。もし我々が、彼を味方につければ、
事案倍増には確かに才能がある。だが心が狭い。大した役には立たん。今更人柄はどうでもいい。重要なのは、殿下の急場を救えるかだ。事案倍増にできることなら、私にもできる。だが事案倍増にできないこと、私にはできる。事案倍増。お前のすべては私が与えたもの。取り戻す力もある。民営さん、これは朝廷の大事だ。ふざけるな。途中誰もが知っている。上昇の長男は学識豊かで、検索は常に陛下に称賛されている。お前は奥向きの女。今では上層令嬢の身分さえ。もう。黙れ。奥向きの女がどうした？もし女が、男に光沢に閉じ込められる必要はない。外に出て広い世界を見るべきだ。彼女たちの度量と学識は男よりも狭いとは限らない。あなた。ヤン君家、あなたもそう思いますか？我が家の殿下は政治に対して常に厳しい。あなたが勝手に騒ぐことを許せるはずがない。私は英英を信じている。殿下、災害対策は決して遊びではありません。もし失敗したら、東宮の位を仁王寺に譲ることになってしまいます。どうして私がいるだけで必ず失敗すると思うのですか？信じてください。私はあなたを負けさせません。英英のためなら、勝ち負けはどうでもいい。まずは疫病対策を研究しましょう。治安民ゆえ、このバカ者。最小府を離れても、私に、こんなに良いものを残してくれた。陛下に、この疫病解決の策を献上すれば、きっと褒美をたくさんいただける。そうなれば、誰も私の感触売買を追求しないだろミーユエは幼い頃から甘やかされて育ったので、外で暮らすのは、どれだけ苦労するかわからない。ミーユエ姉とは血のつながりはないが、彼女に会うたびに何か親近感を覚える。母上、必ず彼女を見つけて、しっかり面倒を見ます。不思議なことに。以前は父上がミーユエを一番可愛がっていたのに、今回はなぜか私と接触せず、最小府の銀両を使って、ミーユエを助けることを禁じた。これを売って、ミーユエのために銀両に変えましょう。たった1ヶ月行方不明だったのに、人がこんなに変わるものか。よし、完成だ。疫病対策はこれで万全。これはなんだ？薬剤でもないのに、どうして疫病が治せる？何もわかっていない。この疫病は飛沫感染だ。口と鼻を覆えば、源から病気を遮断できる。前世、私は辺境に流され、道中で多くの疫病患者を見た。この遮断法は、彼らから学んだものだ。ヤン君系、これは名医と言います。このように顔につけるだけで、疫病を防げます。さらに痛い根や金銀花などの薬剤を、弾薬にして服用すれば、完全に治癒できます。私が治安倍増に残した処方箋は、一時的に疫病を抑えることはできるが、薬効が強すぎて、体の根本を傷つける。痛い根や金銀花のような普通の薬草と、この粗末な名医で、宮中の医者も、解決できない疫病が治せるのか？民ゆえよ、殿下は、あなたの遊びに付き合うことはありません。量産するように指示し、明日、町の住民に配布する。ああ。皆さん、事案管理はもう、疫病を治す方法を考え出しました。ただ一番の薬湯で。すぐに効果が出ます。一碗ください。早く、一碗ください。私も一碗。私たちの村の半分は疫病で亡くなりました。これまでの義と医師たちも手の施しようがなかった。治安管理は本当にすごい。治安管理は我が大祖の柱、家族全員を代表して。治安管理の大恩に感謝します。国の憂いを分かち合うのは臣下の務め。しかし、治療薬が不足している。まずは重症の患者に配布します。たったの100分で。この命を救う薬等が手に入ります。ああ、100分もかかるんですか？私たちは逃げてきた身で。そんなお金はありません。100分で命が買えるなら安いもの、私も1碗。私も1碗、私は3碗ください。私も。
事案倍増。あなたは前世と同じく利益ばかり追い求める。しかし民衆の支持がなければ、この勝負は負けです。ヤン君系、始めさせてください。いいよ。誰がそんな大胆なことを私の面前で。ジアンミンユエ。最小下の捨てられた娘が私の救済を邪魔するのか。信じられるか今すぐ。あなたの屋台をぶち壊そう。それはあなたの命次第。4殿か。私は皇帝の命で救済に来た、事案管理。私の屋台まで壊そうとは、この例は受けられない。美神は四殿下が救済に来られるとは知らず、つい、四殿下を怒らせてしまいました。しかし4殿下。誰もが災害を収める才能があるわけではない。無能なものを信じれば、自身も巻き込まれます。ジアンミンユエは下人の娘。最小下で18年育てられても、何の教養もない。事案管理とは比べ物にならない。四王子はこんな愚か者を連れて、疫病を治しに来た。彼らの薬法は全く役に立たない。むしろ、体に害があるかもしれない。私たちは事案管理の屋台で、命を救う薬を買いましょう。はいはい、私も一案、4殿下。ご覧の通り。倍増はどうしても手が離せません。疫病が収まったら、必ず直接お詫びに伺います。私の案もまだいりますよ。私たちも一案買いましょう。皆様。投薬は対症療法に過ぎず、今回の疫病は、人の口や鼻からの飛沫で感染します。私たちが作った綿衣を着用することで初めて、根本から、病気を抑制できます。歯切れを顔に当てただけで病気が治るなんて。信じられない。四王子は、皇帝が最も気に入っている大使候補。まさか、ここまで助食に目がくらむとは。ジアミンユエを信じるなんて、あんなバカな。教官林こそ大祖の未来の希望。さっき私、事案管理の薬を飲みました。症状が和らぎました。私は信じます。事案管理が私たちの病気を治してくれると。はい。彼らが初めて綿衣を見るのです。受け入れられないのも無理はありません。ゆっくりと。わかっています。皆様、信じられないのは、私の綿衣が疫病を防げるとは。しかし今日、私たちの綿衣は一切お金をいただきません。どなたでもお受け取りいただけます。無料ですよ。わあ、どうせ私もお金ないし。なら藁にもすがる思いだ。じゃあ一つくれ。私も一つ。どうぞ。ジアンお嬢様にも馬を詰めましたら、我が子の命を救ってくださいました。彼女は善人です。私は彼女を信じます。私にも一つください。私も一つもらおう。もしかしたら効くかも。お急ぎなく全員分あります。綿衣をお受け取りになった方はこちらへ。両ハルタンを一粒お受け取りください。7日と経たず症状はすべて消えます。お金がいらないのは嬉しい。全員分あります。争わないで。皆さん順番に並んでお急ぎなく。陛下は人をやって、密かに私たちの貿易活動を観察しています。もし難民が皆そちらに流れてしまえば、陛下は、きっと私の処方には効果がなかったと思われるでしょう。倍増は民衆の苦しみを深く理解しております。私が自腹を切って、救済いたします。たったの10分で。この命を救うイワンの投薬が手に入ります。10分か、最初の100分は私たちには無理だった。でもこの10分なら、なんとかやりくりして。なんとかなるかもしれない。10分で命が買えるなら安いものだ。そうだな、行こう。待った、事案倍増はお前たちを害そうとしている。彼の薬は効き目が強すぎて、人の根本を損ない命を奪う。どう見てもお前が人を殺そうとしてるんだろ。事案管理の医術が羨ましいんだな。悔しいんだろ。行けよ。俺にも一杯よこせ。安いんだから当然もらうよ。こっちの方が信頼できる。ジアンミンユエ。ボロ布を持ってきて、人目を引こうとしてるつもりか。私の功績を奪えると思うな。この疫病治療の方法は、古い以上調べ尽くしてまとめたものだ。お前のような、無学の輩が口を挟めることじゃない。朗報です、朗報です。事案管理大喜びです。陛下があなたの疫病治療の成果を聞き、すでに勅命を下され、あなたを中書次郎に昇進させるとのことです。ジアンミンユエ、見たか。勝負はついた。お前は私の前で永遠に勝てない。
この人、血を吐いてる。飲んで死んだ。若様、死んでます。何？死んだ？事案管理の薬を飲んでこうなったんです。この薬に問題がある。ああ、やはりこの薬には問題があったのか。絶対にありえない。私の薬に問題はない。彼は、もともと体が弱かったんだ。どうだ？少しは良くなったか？確かに良くなりました。ジアンさん、あなたの薬はまさに新薬です。ジアンさん、命の恩人です。救ってくれてありがとう。二次感染を防ぐためには、免疫を着用してください。私にも一つください。私にも。ありえない。どうしてこうなる？ジアンミンユエ、お前。事案倍増。猛毒の薬剤を乱用し、庶民の命を奪った罪は重いぞ。皆さんがしっかり免疫を着用すれば、7日以内に、町中の疫病は消えるでしょう。非道な野郎だ。人殺しの薬を、100分もするなんて。ジアンさんがいなかったら、私たちは死んでいた。陛下が彼の無責任さを知ったら、それで次郎に昇進させたなんて、ゴーマ分子屍にされてもおかしくない。彼女だ、四殿下。この薬の処方はジアンミンエが私にくれたものだ。庶民を謀殺し、死罪に値するのも彼女だ。四殿下、私はただ焦りすぎて。ジアンミンエの処方を盗用してしまいました。しかし、人を害するつもりはありませんでした。殿下、お察しください。事案倍増。お前が自白するのを待っていたんだ。ジアンさんの薬の処方を盗んで疫病を治そうだなんて。さっきまでジアンさんをあんなに侮辱しておいて。なんて厚かましい奴だ。あの男は世間を欺くペテン師だが、毒薬の処方は確かに彼のものではない。ジアンさん、あなたは、私たちに説明をしなくてはならないでしょう。4度のか、民衆を毒害し、疫病対策を妨げるのは重罪です。陛下の命により、ジアンさんを連行し徹底的に調査します。私は逃げを信じている。彼女が民衆を害するようなことはしない。事案倍増の処方は、確かに私のものを盗用したものだ。4殿下、犯人はすでに自供しています。どうかこれ以上私たちを困らせないでください。連行しろ。待て、誰が私の処方が毒薬だと言った？ジアンミンユエ、あなたの薬を飲んだ多くの民衆が血を吐いている。まだ言い逃れしようというのか。そんなはずがない。事案倍増。薬剤の性質も理解していないくせによくも私の処方を盗用したな。私が。皆さん、この処方にはいくつかの強力な需要競争の薬剤が入っています。普通の民衆には一生手に入らないようなものばかりです。薬効が強すぎるため、体が弱っている人には逆効果で、体力のない人は即死してしまいます。痛いねなどの薬剤を補助として使うことで薬効を抑制できるのです。なるほど。事案倍増この偽善者め。名声を貪る盗っとジアンさんの処方を盗んで。人を殺しておいて死んでも足りない。ぶっ飛ばせ。殴れ。AA も成長したな、ミコトリョークで。事案倍増に本当のことを言わせた。ヤン君兄さんが舞台を用意してくれなかったら、私の芝居が上手くても意味がなかった。この卑怯者、今日の屈辱を、いつか千刀マンにしてやる、事案管理。他人の疫病対策を盗用し、民衆を混乱させたこの重罪。皇帝陛下に直接陳情してください。いや、私は、連行しろ。急いで最小邸に戻り、父
父上に助けを求めてくれ。良い知らせがあります。まず行ってみて。たった1日で、京都四隅の難民たちの疫病が、大半回復しました。3日もすればこの疫病は、完全に消えるでしょえいえ、君ならできると信じていたよ。こんな短い時間で医療を解決できるなんて。朝廷の重臣でも不可能なことだ。う。4殿下、何かご褒美は？もちろん。私の手がすでに事案最小を見つけた。本当？父上はどこ？すぐ連れて行って。えいえ、落ち着いて。早馬を手配した、遅くとも3日後には、事案最小を送還できる。3日後は宮中野宴、前世のこの日。事案倍増は私の残したちを利用し、野宴で大活躍、皇帝は高官の地位と俸禄を与えるだけでなく、結婚も許した、一気に出世したのだ。今こそ彼の正体を暴けば、きっと生き地獄に落とせる。えいえ、どうした？どうして黙っている？痛い？私の方が辛い。大切に思っていた家族に最小府から追い出されたなんて。あなたも辛かっただろう。私を捨てた者は、もともと本当の家族ではない。3日後、人間か鬼か。陽光の下で灰に変えてやる。殿。殿下、治安お嬢様と、協力して疫病対策の成果が現れ、皇帝が特に召喚されました。功績に報いるためです。よかった。行きましょう、ヤン君、兄様。必ず父上に褒美を求めます。あなたの身分を回復させます。治安お嬢様、皇帝は遠い地で、街中の民衆の前で、治安倍増を厳罰に処します。見に行ってもいいですよ。治安倍増。他人の疫病治療法を盗み、民衆を害した罪で官職を剥奪。杖で80回打つ、見せしめだ、撃て。父上、祖母、助けて。私は最小下の着手だ。あんな下人の娘に。こんな屈辱を受けるなんて、いつか必ず。100倍にして返してやる。治安倍増。これはまだ始まりに過ぎない。父上、祖母、母上は最近、兄様のことで夜も眠れていない。薬を買いに行かんへ行きます。行っておいで。息子よ、我が画家には倍ある。ただ一人の跡継ぎしかいない。治安民ゆえを殺せ。仇を討つのだ。母上、ご安心ください。白秋は私の身の息子です。私は絶対に彼を苦しめたりしません。名月はね、玉燕？どうしてあなたが？母上があなたに持たせたお金です。最小府から追い出されたので、ここ数日住むところはありましたか？苦労はしませんでしたか？私が紅白秋を皇帝の実績に合わせてしまいました。私を責めないんですか？白秋家が罰を受けたのは、彼自身が悪いことをしたからです。名月姉とは関係ありません。さすがは私の実の妹だ。悪人の中にいても、まっすぐに育った。実の妹。危ない。まだ一人いる。ご主人様がおっしゃった。高名月の周りの者は、一人残らず始末しろ。行け。玉燕。名月姉、私は走れません。早く逃げて。いいえ、一緒に逃げましょう。逃げろ。どこに逃げるつもりだ？早く行け。急いで追え。
早く行け。あなたのあざ、どうして私のと全く同じなの？なぜなら、私たちこそ本当の姉妹だから。つまり、紅白衆は、あの下人の息子だったの。父上がこのことを知っているなら、なぜみんなに、あなたの身分を明かさなかったの？それに紅白衆があなたを傷つけるのを許していたのは、なぜなら、彼も本当の父上ではないから。信じられない気持ちはわかります。私も最初は自分を疑いました。なぜなら、彼らは本当にそっくりだったから。でも父上は文官出身で右利きでした。あの日、最小府に戻った時、私は彼が左利きだと気づいたのです。確かめたければ難しくありません。ここに血痕がある。彼女たちは近くにいる。あなたが先に行きなさい。彼らの目標は私です。それならなおさらいけません。さっきはあなたが私を助けてくれた。今度は私が助けます。この女、今度こそ逃がさない。私は最小府の嫡女、枝松姉です。私に手を出せる者がいるものか。私の父は東大の最小です。もし私に指一本触れようものなら、父がお前たちのような雑魚を切り捨てて犬に食わせるか見てみろ。彼女が持っている玉ねぎ、交換林のと全く同じだ。万が一私たちが最小の令状を誤って傷つけてしまったら。行こう。ジアンミンユエを探しに行こう。私がいる。誰もミンユエ姉を傷つけさせない。この女、兄貴を殺すなんて死にたいのか。ミンユエ姉、私にできることはこれだけだ。無事にこの難を逃れられますように。命がけで私を助けてくれたのに、どうして見捨てられようか。生まれてから今まで誰も、こんなに強く私を選んで優しくしてくれた人はいなかった。ミンユエ姉、血のつながった姉でなくても、必ず助けるから。ここは危ない。まず最小艇に送ろああ、父上。ジアンミンユエの恩知らずめ。最小下の養育の恩を裏切り、少しも情けをかけず、私を皇帝に叱責させた。どうか彼女を見逃さないでください。倍増、心配するな、あの女。今夜まで生きられまい。奥義。だが父上は文官出身で、利き手は右手。なのに左腕の筋肉が右手より発達している。検証したいというのは難しくない。まさかミンユエ姉の言う通りだったのか。父上。兄上に痛み止めの薬を煎じました、兄上。どうぞ熱いうちにお飲みください。やはり私たちの幽庵は賢く敵が効く。まさに最小下の令状らしい。あのジアンミンユエとは、比べ物にならないほど優れている。私がやります。私が悪いんです。いつも不器用で何もうまくできない。もういい。まず出て行きなさい。ミンユエ姉の言う通り、彼は左利きだ。父上ではない。ご主人、二人とも死んでいます。なんだと。二人とも死んだ。姉を殺したのはやはりあの親子が送り込んだ仕掛けだ。必ず証拠を見つける。ミンユエ姉の身分を取り戻す。父上、行方不明になった後、突然戻られてから、バイ ER への関心がこれまでの20年分よりも増えています。バイ ER、きっと父上を失望させません。私たちは実の親子だ。お前を心配せずに誰を心配するのだ。AUA。
誰があなたをこんなに傷つけたのか、私は必ずそのものを粉砕して灰にする。お詫び申し上げます。清風老月の四殿下にも、こんな陰険な一面があるのですか？あなたのために。たとえ手に血を染め、閻魔となっても惜しくない。事案倍増は私よりも1000万倍重傷です。皮が裂け、筋が切れ、骨が砕ける。1ヶ月以上は床に伏せるでしょう。また上昇符のものか、今日まで生かしておくべきではなかった。行かないで。痛い。傷が長く放置され、血はすでに黒くなっています。これ以上放置すれば、この腕はダメになります。さっき処置をしていたところです。4度の蚊が突然入ってきて邪魔をした、償いをしてください。あなたに、何をくれるの？私に、一生の傷の処置を。約束を守れず、またしてもあなたを傷つけてしまった。4殿下、ご自分を責めないでください。この傷、わざとです。苦肉の策、聞いたことがありますか？小さな傷で妹の信頼を得る、とても価値があります。あなたは狂っている。自分を傷つけることを賭けにするなんて。いえ、私を信じてみてください。何でも一人で頑張らなくていい。法天将軍、皇帝御事の利越。事案民営は疫病対策に功績あり。吉田百畝、玉緑10箱、金銀万両を賜る。事案お嬢様、早く賞を受け謝恩なさいませ。民ゆえ、前越ながら。民ゆえはさらに一同の生死を向上にお願いしたい。2日後の宮中野宴に民ゆえも参上して祝いたい。あら、ちょうどお伝えするところでした。皇女は事案お嬢様の才学を重んじ、特別に妖怪を賜ります。自由に宮中出入りできます。前世では事案倍増が疫病対策に功績があり、皇上から妖怪を賜り、宮中出入りを許された。しかし彼はこの便利を利用して姫君に近づき、私が書いた詩文で、姫君の関心を買った今世では彼に私の功績を少しも奪わせない。殿下、すでに事案上昇を見つけたのなら、なぜ真実を民営お嬢様にお伝えにならないのですか？エイエは事案上昇と幼い頃から親しく。もし事案上昇の、見るも無残な姿を見たら、きっと心を痛めるでしょう。しかしあなたはすでに事案お嬢様に、3日後に、必ず事案上昇を連れ戻す。しかし、たった3日で、どうやって事案上昇の体と顔を、元通りに回復させられるのか。あれは、陛下の側の王高校では、彼は書を伝えに来たのか。陛下が私を許してくれたと？話してよ、そうなの？陛下は、あなたが真実不正で災害対策の策まで、お嬢様のものを盗用したと言われています。以前、お嬢様から、どれだけの利益を得ていたか。だから、閉門謹慎を命じられたのです。数日後の宮中野宴にも参加できません。私の功名と成就は、すべて自分で努力して得たものだ。ジアミンウェアの女とは、何の関係もない。陛下はどうして私をそんな風に思うのか。君子、慎んでください。君子、君子。君子、どうして民営用の部屋に？君子。
これを持ってお姫様に届けて。言って。はい。以前、私が、ジアンミンユエの死を持ってお姫様に取り入り、お姫様の心を掴んだ。今度は、彼女がきっと、野縁で陛下の寵愛を取り戻す手助けをしてくれる。こんなメイクが描けるなんて、さすがは私。M.O. フィニングが選んだ男だ。これらの詩以外に、バイローから何か。伝言は？お姫様、どうか我が家の君子を助けてください。祖父の偽お嬢様は、君子に追い出された後、君子に恨みを持ち、君子を陥れ、陛下の前で面目を失わせたのです。死にたいのか。エイヤン。私、綺麗？エイエは美しいから、何を着ても似合うよ。そういえば、どうしてヤン君兄さんと呼んでくれないの？だってエイユエは、あなたの妹になりたくないから。今夜の宮中野宴には、宮中の5品以上の会員とその家族が宮中で祝賀に参加します。私は綺麗に着飾って、あなたの顔を潰さないようにしないと。そうだエイヤン、弟様は休園が終わる前に、戻ってこれる？命は守れるが、顔は完全に崩れている。元に戻すには、時間がかかりそうだ。でも、顔が崩れたままだと、誰が本物の事案上昇だとわかる。民営用の身分も、証明できなくなってしまう。イセン様、3日以内に、何か方法は？彼の顔を直す。安心して、約束したことは必ず果たす。ありがとう、エイヤン。いい子だ。私はご用事があるから、先に宮中に入って。ジアンミンユエ。今やあなたは祖父の令嬢ではない。何の面目があって、祖父の名義で宮中の宴に参加するのか。誰が祖父の名義で入宮すると言った？ジアンミンユエ。今回の宮中宴は5品以上の会員のみ。とその家族を招待している。あなたは祖父と縁を切ったから、多分、宮門すら入れないだろう。愛事は幸運だ。良い子を育てて、陛下の憂いを分かち合う。これからは祖父全体が出世するだろう。ジアンミンユエ、見たか。これが私とあなたの差だ。一時的に勢いを失っても、それでも万人から称賛される。ああ。坂。民営用は疫病対策に優れ、名声を轟かせた。実に祖父の福だ。治安用の名医が我が子の命を救った。今後は我が家の恩人だ。祖父に何かご用命があれば、火の中水の中でも駆けつける。奥様、誤解です。私はもう祖父の令嬢ではありません。したこと。もうすべて祖父とは無関係です。ジアンミンユエは我が祖父の血筋ではない。ただ祖父で育ち、薫陶を受けただけ。それで今回の疫病を治せたのは幸運だ。他に何か質問があれば、私に聞いてください。治安用、今夜の宮中野宴。きっと治安用も大活躍されるでしょう。治安用は何を披露されるのですか？株？それともこと？試作。それは治安君子の専門で、彼は、都の姿勢と呼ばれている。他はともかく、試作で比べるなら、おそらくジアンキミコに勝る者はいない。何も恐れることはない。ジアンミンユエが残したメイクはすべて、私のものになった、こんな短時間で。あれほどの良い詩は作れまい。バイ ER、心配するな。この卑しい女が体現相互。多分、宮門すら入れまい。止まれ。カフは上昇事案本だ。
ジアン坊から一言忠告しておく。間違った側につくなよ上昇府から。追い出された下人の娘。身分が卑しく下品で宮門にも入れない。彼女におべっか使って何の得がある。ああジアンさん運が悪かったと低めろ。上昇府の血筋ではない。運命？私は認めないどんな身分でも。運命は自分でつかむものだ。ジアンミンユエ。なんぼーっとしてる。羨ましくたって。宮門に入る資格なんてないさっさと失せろ。さもないと無礼は許さないぞ。これで入れるか？天使令。宮門を自由に出入りできる天使令。ジアンミンユエ。どうして持ってる？ジアンミンユエ。天使令の偽造は死罪だぞ。私と張り合うために。命まで投げ出すつもりか？見えたか？天使令は陛下直々の賜物。陛下が私に宮門の自由を許された。上昇府の意向などいらない。私はある無能とは違う家族や、妹の意向を借りて自分の蚊細い。自尊心を満たすような真似はしない。ジアンミンユエジアンさん。フィニング公主がお呼びだ。前世のジアン改造。私の死を盗みフィニング公主の心をつかみ。公主の後押しで朝廷で権勢を振るった。公主の庇護を失わせなければ、彼を完全に葬ることはできない。ご案内お願いします。公主はお昼寝中。ジアンさんは外でお待ちを。公主土杯はご命令通り、ジアンミンユエを連れて参りました。元宮に逆らった者が救援で目立とうとは。今日こそ彼女の鼻をへし折ってやる。梅老の鬱憤を晴らしてやる。しかし公主はお目覚めですか？公主のお召しは光栄です。催促などもってのほか。4時間も待った救援はもう始まる。公主が真剣でないなら私は退出します。大胆にも、姫様の命令もないのに、どこへ行くつもりだ？皇帝陛下から賜った礼拝で、宮中の宴に参列するよう命じられた。姫様でも止めることはできぬ。元宮は止められぬが、元宮の部下を傷つけたのだ。元宮は許さぬ。撃て、撃ち殺せ。元宮が父上に説明する。我が心は名月に向かう。しかし名月は皇居を照らす。ジアンミンユエ。何をわけのわからないことを唱えている？姫様が知らすぎだからといって、適当にしようとなれば命が助かると思っているのか。姫様がお好きなのは、ジアンキミコの作った絶句だ。お前のようなゴミがかけるものではない。行け、早く行け。大丈夫か？大丈夫だ。ジアンミンユエ。どうしてこの詩を知っている？これはバイオが、私一人に送ったものだ。絶対に、第三者が知るはずがない。姉上、彼女は私のものだ。誓ったことがある。誰が彼女を傷つけても、1000倍返しすると。今回は侍たちの首を切った。次に姉上の手が、伸びてはいけない場所に伸びたなら、何を切るかはわからない。
姫様が先ほどの質問の答えを知りたいなら、今夜の宴で明らかになるだろう。皇帝陛下が姫様を寵愛しているのに、堂々と。彼の侍を殺して、後々姫様に厄介をかけられないか心配ではないか？心配だ。お前に手を出したら、恐れるべきは彼女の方だ。民営、言っただろう。お前のために。私は何でも捨てられる。しかし、あの地位だったら？何者も、お前の。私の中での重みには及ばない。あの地位も含めて。前世では治安倍蔵の出世の道を開いた。根性でもきっと永遠を。願いを叶えさせ、あの地位につかせてみせる。そうだ。治安倍蔵がフィニングに送ったし。どうして知っている？なぜなら、それらはもともと私が書いたものだからだ。それなのに、どうして私に一度も書いてくれなかったの？これから100編書いてあげる。今のお前は罪人のみ。陛下が、姫様の取りなしの顔を立てて、今夜の救援に参加させてくださったのだ。軽挙モードは慎むように。父上、ご安心ください。フィニング姫様が、私をかばってくださった。治安民営のあの卑しい女。彼女には二度と宮中で騒ぎを起こす機会など与えない。今日、文武百官の前で、陛下のお前でこそ、自らを証明し、精神を取り戻す絶好の機会だ。ラソデコを動かして香りとまず、皇居上々たる終焉の中。陛下、美心、思わず詩を憎読んでしまい。陛下の正起きを満たしました。どうかお許しください。治安君子は再起間髪。即興で読んだだけで絶句、精神を取り戻すのも時間の問題。良い詩だ。治安官僚にこのような才学があれば、陳がどうして罪に問おうか。陛下、美心、近日謹慎し。数十首の詩を作り、己の志を明らかにしました。治安官僚の詩は一種で生死に名を残すほど。わずか数日で数十首も作ったのか。もしかして、彼は仙人の生まれ変わりか。このような才学で国に尽くせば、必ず大いに役立つだろう。幸い治安民への愚か者。これらの年、十分な詩を作ってきた。父上。早く来て、人食いやる。父上、治安君子がこんなに素晴らしいなら、どうして彼の官職を復活させ、朝廷で、父上のために尽くさせないのですか？これは、父上、娘が認めた人物に間違いはありません。どうか娘の願いを聞き、治安君子を元の官職に戻してください。いえ、昇進させて、もっと多くの機会を、父上と朝廷のために尽くせるようにしてください。よしよし、陳はお前の願いを聞き入れよう。治安倍蔵の官職を復活させる。ラソデコを動かして香りとまず。星雲霊場に風が揺らめき、皇居上々たる終焉の中。どん柳池辺に浮かぶ水。良い追句だ。前後の句の表則が整っている。まるで一人が書いたようだ。以前は治安官僚の詩の素晴らしさだけを知っていたが、治安お嬢様にもこんな才能があるとは知らなかった。知ろうよ、民営に詩の才能があるとは。どうしてもっと早く陳に教えなかったのか。父上、民営は目立つのを好まず。功績を自慢することもありません。しかし、この肉の詩のスタイルは一体で、一人の手によるもののようだ。お前たちの中に他人の宿を盗んで、陳を騙そうとする者がいるのではないか。陛下、民営は幼い頃から私と最も親しく。だから詩を作るのも自然と私のスタイルを継承しているのです。治安民営、最小の家で、育てられた恩を考えれば、もし真実を話すなら、
家族全員を巻き込んで死ぬことになる。兄上、あなた一人が死ぬだけで十分、なぜ家族まで巻き込むのですか？陛下、兄上が私の詩を作るのは彼から学んだというのです。それなら私が彼と詩のやりとりをしましょう。ジアン民ゆえ、ここは皇宮です。勝手な振る舞いは許されません。陛下、秦が教育不足でした。この恥さらしを連れ帰り、しっかりとしつけます。ジアン民ゆえ、どう遊びたいのですか？昔、増殖は7歩で詩を作りました。私たちも7歩を限りに、即興で詩を作り、できなかった方が死ぬというのはどうですか？いいでしょう。承知しました。ジアン民ゆえが最初の屋敷を出る前に、数百の詩を残し、私が書き留めて姫君に送りました。こんな短い時間で、彼女がどうやって、私より多くの詩を作れるでしょうか？ジアン民ゆえ、四王子がかばおうと、今日はあなたの命日です。父上、娘は久しぶりにこんな刺激的な詩の賭けを見ました。どうかお許しください。みんなが同意するなら、陳が証人となろう。私の宮殿にある梅楼の詩を、すべて持ってこい。人目を盗んで梅楼に渡せ。大変です。春木宮が火事です。姫君、大変です。宮中のすべての品が焼けました。あの詩も含めて。何？火事だと？春木宮の火事で兄上が慌てるとは？賭けはすでに決まった。まさか悔やんでいるのか？ジアン民ゆえ、ジアンお嬢様。フィニング姫君がお呼びです。やめとか。姫君の庇護を奪わねば、彼を完全に葬れない。お嬢さん、案内をお願いします。陛下、姫君の宮殿の火事は重大事です。救援を中断し、まず消火に当たりましょう。消火は宮中の者たちの仕事。民ゆえの言う通り、賭けはすでに決まった。中断は許されません。兄上が頭が空っぽなら、民ゆえから始めさせてください。民ゆえ。兄上からどうぞ。兄上が命を助ける機会を与えます。私がこの詩を作り終える前に、陛下の前で、私に頭を下げ、間違いをしたためれば、賭けを破棄します。命は助けてやる。結構です。民ゆえはいつあるか、酒を手に聖典に問う。よい。よい詩だ。王祖全体を見渡しても、ジアン君子以外に、一歩でこんな良い詩が作れる者がいるだろうか。エさんはうぬぼれが過ぎるんじゃない？今日こそ宮廷で命を落とすことになるわ。一歩で詩を作れるだって？これは明らかに私が7歳の時、夢で見て翌日書き留めた詩よ。天上の宮殿は今何年なのか。よし。風に乗って帰りたいが、玉楼玉空が怖くて。高いところは耐えられない。高いところ、なんだっけ。高貴美子が下半分を作れなくても、高明月には十分勝てるわ。高明月この愚か者。一句も作れないだろう。明月、今なら降参して。兄に許しを請えば、まだ間に合うかも。先ほどの彼の詩は、陳がこの数十年で、見た中で最高の詩だ。降参？陛下、明月はすべて認めますが、負けという字の書き方だけは知りません。舞い上がって清らかな影をもてあそぶ。どうして人間界のようだろう。高貴美子が作れなかった詩を。またもや彼女が続けたなんて。主
近くを巡り低い輝度に照らされて眠れず、ただ願わくは陣長級に千里ともに先見を。兄貴、あなたの負けよ。兄貴が自分で賭けを履行する？それとも私が手伝おうか？あなた、兄貴、私が見送ってあげるつもりね。やめて。兄貴、賭けは自分で承諾したんでしょ？立派な男がどうしてそんなに怖がるの？孔明月、さっきの詩は、きっとあなたがいつか高貴子の作品を見て、暗唱しただけでしょう。でも私たちが言ったのは即興で詩を作ること。私が前に見たことがあるだって？もしかして、紅白集は手詰まりで、昔書いた詩をごまかしに使ったの？何を言ってるの？シラスは私に何百もの詩を書いてくれた。彼が昔の詩をごまかしに使うはずがない。明らかにあなたが厚かましくも、高貴子の詩を盗んだのよ。姫様、私の事情はご存知でしょう。どうか助けてください。本当に死にたくないんです。孔明月。父の王の前で大口を叩き、世を欺いた。今日こそ元宮があなたを処刑し、宮廷を粛清する。孔明月。この私を計ろうとは、いい度胸だ。身を守るためです。もういい、ひねえ。男一人のために狂ったように、皇室の顔を潰すとは。みっともない、下がれ。ふん。孔明月。先ほどの詩の後半が、お前の自作だという証拠はあるのか？孔明月は美人が、幼い頃から見守ってきた。真相の令状で、本もろくに読んでおらず、詩など作れるはずがない。美人が証言しよう。あの詩の後半は、きっと彼女がいつか白船の作った詩を、密かに覚えていたのだ。孔明月。君を欺くは死罪だと知らぬか。お前たち一族は、陳を猿のようにもてあそんだつもりか。衛兵。陛下、明月は自称の必要はありません。なぜならこの世で7歩の間に詩を作れる者は、私ただ一人。陛下がお疑いなら、明月はここにいる誰に対しても、即興で詩を読めます。バニールドの方に対しても死を献じられます。高貴子ですら保証できないことを。高齢城の口ぶりは、少々大風呂敷では？人を題材に詩を読むとは珍しい。四王子の顔に免じて、試させてやろう。では、四殿下のご意向にあやかり、明月の最初の詩は、四王子様に献じます。なぜ今まで私に一種も。落日一点紅豆のごとく、すでに創始を天に書き密。最も行望無限の意、蘇手総実全勝に。高齢城と四王子様は幼馴染で、お二人の縁は前世から定められていたのでしょう。あまりに美しい詩です。陛下が、高齢城と四殿下のご縁組を認めなければ、収拾がつかなくなりましょう。この詩は陳を、亡き皇后のことを思い出させる。陳は彼女と、いつの世で再会できるのか。高齢城の司祭が本物なら、わざわざ、他の詩を結ぶ必要などない。もしかすると詩が作れないのは、交換林の方では、小石など造作もない。孔明月。人を見て詩が読めると言ったな。では今すぐ、私と父のために詩を作ってくれ。本当に、あなたたち二人のために詩を作ってほしいのか？ジャミエ。作れないんじゃないか。こんなに大げさに振る舞って、兄の名声を傷つけるなんて、実に悪質だ。お前のような人間は身を持ち崩し、ろくな死に方をしないべきだ。あなたたちへの詩、もうできたよ。乾燥のネズミはとのごとく大なり、人相を開くを見ても走らず。賢治勝てなく百姓上、誰か使わす朝朝くんが口に入るを。ジアンさん、これはつまり、ジアンキミコが汚職管理だと言っているんだね、あなた。最近疫病が流行っているのに、ジアンキミコは高値で。
医薬品の材料を売っているジアン・キミコはネズミと変わらないようだ。それどころじゃない。もしジアンが依存主が、全部ジアンさんから奪ったものなら、彼は、要は欺き名を盗む強盗だ。ふざけるな。幼にして弟に従わず、長じて述ぶるところなし。老いて死なざるはゼレ族なり。父上。ジアン民ゆえ。たとえあなたが下僕に恋にすり替えられた偽物の令状だとしても、父上は十数年にわたってあなたを育ててきた。どうしてこんな悪意に満ちた詩を書いて父上を罵ることができるのか。たとえジアン・キミコがどんなに間違っていても、ジアン上昇は、清廉潔白な良い役人です。ジアンさん、どうして彼まで一緒に罵るのですか？ジアンさん、シーカの才能は、世にも稀なものですが、あまりにも恩知らずです。長年育ててくれた父に対して、こんなに不敬だなんて。陛下、王祖は任公をもって国を治めております。ジアン民ゆえは不公不定。父に対して不敬です。陛下、厳罰に処してください。お前ごときが民営に敬われたいのか。ジアン民ゆえはお前に、何の魔法をかけたんだ。彼女のためなら、礼儀電池も顧みないのか。それともお前も彼女と同じで、この父公さえも眼中にないのか。臣下にそのようなつもりはありません。ただ、この人物は、民営を20年間育てた。治安上昇ではない。なんだと？治安上昇を連れてこい。この治安上昇はここにいるじゃないか。まさか、世の中に別の治安上昇がいるのか。ジアン民ゆえ。また何か企んでいるのか。父上。美神、栄光、皇后、陛下に参上。これは、一体どういうことだ？なぜ上昇が2人もいるのか。陛下、美神は南下して災害救援に向かう途中、賊の襲撃に遭い、崖から転落し、朝廷との連絡を絶たれてしまいました。傷が癒え、苦難を乗り越えて京都に戻ったところ、自分の身分が他人になりすまされていたことに気づきました。でたらめを言うな。この老婦こそが、真の栄光だ。陛下、老臣は数十年にわたり官職につき、陛下の信頼を得てまいりました。この者は美神の身分を詐称し、何か企みがあるに違いありません。朝廷を混乱させようとする悪党です。四郎、お前はこちらの方が本当の絵上昇だというのか。父上、息子が帰路に着いた際、難民の群れの中にて、偶然絵上昇を発見しました。彼は、父上が派遣された災害救援の文書を所持しておりました。それゆえ、確信を持てたのです。確かに陳の印象だ。この文書は本物である。忠臣を装い朝廷を混乱させるとは、許しがたき罪だ。者ども、引きずり下ろせ。待て。陛下、たった一つの文書だけで、父の身分を判断することはできません。父は先日、面子金牌を使って私の命を救ってくれました。もし私、実の息子が言うならば、私のそばにいるこの方が。私の父です。陳には良い方法がある。誰が本当の絵上昇かを証明できる。1年前、陳は絵上昇と、御苑で囲碁を打った。2人の愛嬌は覚えているか？あの時の対局で、結局、どちらが勝ったのか。その局は、それは、父上。父上、絵上昇は重傷が癒えておらず、過去を思い返すうちに体力がつき、気を失ったのです。そちたち、絵上昇を連れて休ませよ。はい。この狡猾な老いぼれめ、
では、先にお前が言え。これは、他人が使った手口をまた使うとは、あまりにも愚かではないか。愛嬌が思い出せないのなら、御苑でひざまずいていろ。思い出すまで立ち上がるな。陛下に感謝申し上げます。美人、すぐに参ります。違う、これじゃない。陛下、美人。まずは父上の記憶を呼び戻す手伝いをします。兄上、私たちの賭けを忘れたんじゃないでしょうね。父上の身元は謎だらけで、この息子として、たとえ死んでも彼らを待たなければ。宮殿の前で人を殺すなんて、よくもそんな真似ができたな。この娘は並外れた才能の持ち主だ。本当に四郎に嫁いだら、四郎まで殴りそうだ。兄上、ご安心を。あなたが亡くなった後、きちんと紙線を燃やしてあげます。誰が本当の父親なのか教えてやる。お兄ちゃん。どけ。皇上、民ゆえは賭けを果たしました。彼については、生死はすべて天の意志次第です。この娘は本当に手厳しい。民女、失礼いたします。振りをやめて早く起きなさい。やはり、民営さんはすごいですね。あなたの手首に私の父上の傷跡がないなんて言わないでください。ましてや私の父上は文人です。どうして常にこんなに多くの暗記を携帯できるでしょうか。早く言ってください。父上は今どこにいるのですか？民営、騙すつもりはなかったんだ。ただ。父上の具合が悪いんですか？早く連れて行って会わせてください。わかった。姉、義兄、私はユーヤンです。ユーヤン。どうして来たの？民ゆえ姉。最小府でいくつかの手がかりを見つけたので、わざわざあなたを探しに来ました。ちょうど父上のところに行くところです。歩きながら話しましょう。いいよ。民ゆえ姉、本当に怖いです。最小府はもう、大混乱です。倍増兄が剣で刺された後、半死半生の状態で府に運ばれました。祖母は仏道で半夜もひざまずいていました。菩薩様、どうか今夜の野宴で、民ゆえ姉が無事でありますように。宮中の野宴は、本来なら我が孫が才能を発揮する良い機会だった。あの事案民ゆえに陥れられ、剣で刺され、生死不明となった。菩薩様、どうか我が孫が無事でこの難関を乗り越えられますように。最初に私が決めたルールで、正妻が男の子を産めないなら、正妻にはなれない。だからこそ倍 ER と、ユーヤンを入れ替える機会ができた。もし倍増がこれで命を落としたら、私は絶対に自分を許さない。おばあ様、心配しないでください。坊ちゃんはきっと無事です。きっと大丈夫です。白磁は我家唯一の男の子です。彼の命は、どれだけの女の子でも代わりにはなりません。
次男は長年会で放浪していましたが、それはすべて長男のせいです。当時、見殺しにした。彼を家から追い出した。私は母親として常に公平です。もちろん長男から少し利息を取ります。公平？彼女の言う公平とは、父を骨肉の争いに巻き込み、あなたを外で放浪させ、20年も苦しませることです。祖母が亡くなった後、私は家系図を調べました。父には確かに、一卵性の双子の兄弟がいました。20年前、賭博に溺れ、先祖代々の財産を売り払いました。父はそれを知ると、彼を崖から追い出しました。なるほど、双子の兄弟だったのか。はい。道理で父とそっくりなわけだ。王様、着きました。着いた。行こう。うん、行こう。父上、娘が参りました。本当に父上だ。私のセガが今日上昇を見つけたとき、彼は町に入る流民の中に混じっていました。顔に傷があり、声も潰されていました。父上。姉上、一体誰が父上をこんな目に遭わせたのですか？どうか父上のために正義を貫いてください。こんな残忍な手口で顔を潰すのは深い恨みがあるか。ただ一つの目的しかありません。顔が潰された。そうすれば誰も父上の身元を認識できなくなります。姉上、つまり父上を語った者は根絶やしにしようとしたのですか？完全に父上の身元を乗っ取るため。うん。名月よ。父上、お目覚めになりましたか？敦貴、以前を呼んでくる。父上。名月。私です、父上。こちらは妹の玉燕です。もう知っているのか。父として今日の境遇はすべて天罰だ。一つ聞きたいのですが、私が生まれたばかりの時、一体誰が、私とか白昼を、身分を入れ替えた。父である。この冷酷な父親。ゆうやん、お前。この20年間、私がどんな生活を送ってきたか知っているのか。実の子ではないから、養母は私を虐待し、恥ずかしめた。小さい頃から家畜のように扱われ、養母は叫びたり。酔っ払うとギャンブルに走り、負けると機嫌が悪くなり。私を殴って憂さを晴らした。ある日、彼女が泥酔した時、その酔った言葉から、ようやく自分の身の上を知り、命がけで逃げ出した。両親を見つければ、頼れるものができると思った。だが、私を地獄に突き落としたのが、血のつながった肉親だとは。ゆうやん。父はお前にすまなかった。父上。余計な存在だと知っていたら、田舎で死んでいればよかった。今頃こんな騒動も起こらなかったのに。ゆうやん。民ゆえ。父上。ゆうやんの行くままにさせてやれ。結局は父が彼女にすまなかった。彼女が父を恨むのも当然だ。父上、この件は確かにまずかった。もし当時入れ替わったのが私だったら、おそらくこの恨みは、ゆうやんよりも深かっただろう。少し時間を与えて、彼女自身に考えさせよう。民ゆえ、実は父は今、お前のことが心配でならない。四度の家から聞いたが、治安倍蔵がお前を侮辱し、最小家の偽娘だと、父を名乗る者と共謀して、お前を最小家から追い出したそうだ。これからどうするつもりだ？もちろん、あの偽不死の正体を暴き、私たち画家に父上に負った借りを、すべて返してもらうまでだ。父はお前を支持する。この命のある限り、
朝廷で我が娘の証言をしよ父はすでにユウヤンにすまないことをした。う。お前には二度と過ちを犯させない。うん。はい。さっき妹が泣きながら出て行った。何かあったらと心配で。ウエンチーに先に最小化まで送らせた。うん、エイヤン、また助けてくれたな。父上を救ってくれた。それは私の命を救ったも同然だ。どう感謝すればいいかわからない。いえ、私たちの間には元々短く足りなんてないわ。お礼なんて言わなくていいのよ。ゆえ、もう一つお願いがあるんだけど。遠慮なく言いなさい。明日行って。昨夜あなたが言いつけた件、もう手配済みです。すぐに別々に行動しましょう。うん。あなたも私の笑い物を見に来たの？姫様はお金よりも貴重なお方、誰が笑い物になどしますか？全部あなたのせいよ。あなたがバイローを陥れたから。今、途中で噂が広まっている。バイローの死と光明はすべてあなたの手によるものだって。女の手によるものだなんて。今、途中の人が私のことを目が見えず心も見えないと言っている。世を欺く名ばかりの役立たずに惚れたと。ジアミユエ、私に教えて、バイローがくれた詩は、本当に全部あなたが書いたの？姫様の心の中にはもう答えがあるでしょう？でなければこんなに落ち込んで酒に溺れることもないはず。私はかつて姫様の15歳のかんざしの儀に参加する栄誉に浴しました。あの年あなたは生き盛んで玉町を馬で駆け抜け宣言したものです。この生涯決してよめがず、光沢の争いにとらわれないと。あなたは女性が朝廷で官職に就くことを奨励した。心が広く。まさに東大の女性の模範でした。ジアンミンユエ。私を褒めそやしたからといって。忘れると思わないで。私が今日のような境遇に陥ったのは誰のせいか。ミンユエはお世辞を言っているのではありません。ミンユエは姫様の心の広さに感服しています。それに姫様がゴミのような男のせいで、ずっと落ち込んでいるのを見るに忍びません。ミンユエはこれ以上言いません。姫様自身でよく考えてください。ジアンミンユエ。私があなたを見くびっていたわ。あなたは人としても詩を読むのも。どちらも素晴らしい。今日あなたは私を助けてくれた。いずれ私は必ず報いるわ。秦が父上に事案最小一家のために制御をお願いします。共宰相がなりすまされた件を徹底的に調査してください。陳にどうして欲しいというのだ？事案最小、工場はご自身でお戻りになるようおっしゃっています。でも工場は私の身分を信じてくれた。最小府の君子が人たち浴び、多量の出血で、工場はジアンキミコに最後に会えないかもしれないと心配され、特に一度お戻りになるようおっしゃいました。何？3日後、皇帝は再びジアン宰相を召請する。そしてもう一人のジアン宰相も、一緒に犬清宮に来て確認させると、皇帝は言った。偽物は必ず粉々にして見せしめにする。
フィニングがちょうど人を使わして持ってきた。事案倍増が以前に感触を打った。彼女に後始末をさせた証拠だ。一体何をしたんだ？この前まであなたたちは追加の仲だったのに。どうして今は彼女があなたを助けようとするんだ？秘密よ。これは私たち女性同士の秘密。あなたは今後、こんな方法で私に対抗したりしないわよね。それは四王子の態度次第ね。私を裏切った者は一人も許さない。殿、殿下。殿下、今回は本当に大事な用事です。最小府で。事件が起きました。倍増。息子よ、やっと帰ってきたな。早く倍増を見てくれ。倍増。ゆっくりしなさい。父上。我が子は運が強く、必ずこの災難を乗り越えられると知っていた。最小の息子さんの傷は致命傷ではないが、筋を断たれている。回復時には非常に苦痛を伴う。ジアン・ミンユエのあの女。彼女はわざとやったんだ。彼女が私を刺したあの一撃は、私の面目を潰し、苦しめさせるためだった。この仇を討たずして、我がジアン倍増は人間として生きる価値なし。倍増、まだ傷があるんだから怒るな。心配するな。3日後、父上があのジアン・ミンユエの命で、お前に詫びさせる。皇帝はあなたたちの身元を徹底的に調べようとしている。あなたは一旦避難した方がいい。私は当代の最小事案本だ。避ける必要などない。あの兄貴が死ねば、私は完全に彼にとって変われる。ユウヤン、早くこれらをミンユエに届けて。彼女に見えさせなさい。お父さんの怒りが収まってから戻ってくるように。そうすれば命は助かるかもしれない。母上、実は。父上はもう、母上は知っているでしょう。彼はあなたの父ではない。人の性格がどれだけ変わろうとも。何十年もの生活習慣を一気に変えることなんてできないわ。私はあなたの父とは若い頃からの夫婦なのよ。どうして彼だと気づかないことがあるでしょう。それなら、なぜもっと早く真実を話さなかったんですか？あなたの父は高校息子で、ガ家の名誉は彼にかかっていたの。でも、実際に仕切っていたのは姑王なのよ。姑様が今の彼をあなたの父だと認めている以上。私一人の力の弱い女が、どうやって彼らに逆らえるというの？それに、私はあなたを守らなければならないのよ。お母さん、ユウヤンもお姉さんのようにあなたを守れます。お姉さんのところに行きましょう。真実を工場に伝えましょう。行きましょう。どこに行くつもりだ？お母さんに YER に会いに行きたいと言ったんです。止まれ。やめて。あなたたち親子は、この老人を馬鹿にしているのか。バイ ER に会いに行くのに、こんなものが必要なのか。馬蹄の話では、昨夜は四王子の別邸に行ったそうだな。ジアン・ミンユエを訪ねたと。もし本当のことを話してくれたら、ジアン・ミンユエがどこにその偽物を隠しているか教えてくれたら、父親として当然、あなたたち親子を大切にする。私、知りません。嘘をつくな。私に構わないで。私の娘に危害を加えないで。何をするの？話して。助けて。望月別邸に行ってミンユエ姉に会い、上昇府で問題が起きたと伝えて。はい。何をするの？触らないで。
なぜ触ってはいけないんだ？私たちは夫婦だろう。それに、これからは上昇婦の。すべては私のものだ。話して。誰か来て。お母さん、行きましょう。死に損ないの小娘め。今日はしっかりしつけてやる。お母さん。この小娘め。私の娘に手を出すな。ジアンユーヤン。お前の母親がこんな姿になり、こんなに傷ついたのは、すべてお前のせいだ。お前の心に少しも後悔はないのか？ユーヤンよ、私たちこそ家族なんだ。どうして、ジアンミンユエのような他人のために、家族を傷つける必要があるんだ？さあ、いい子だから、お父さんに教えておくれ。ジアンミンユエは、一体どこにその偽物を隠しているんだ？開けて。お母さんに合わせて。姉さん、やっと来たね。ジアンミンユエ。開けて。ユーヤンに合わせて。開けなければ壊すぞ。開けて。おや、お嬢様。もう祖父とは縁を切ったんじゃなかったですか？二度と会わないって言ったじゃないですか。あの時は強気だったくせに、外で苦労して。後悔したって、もう遅いよ。愛知がおっしゃってました。これからは祖父の門を一歩も踏み入れさせないって。さあ、帰ってください。待て。もし本王が入ると言ったら、四王子様。姉さん、ここだよ。戻ってこい。姉さん、ここにいるよ。エイヤン、聞こえたような。ユーヤンの声がした。心配だ。早く入って助け出そう。はい。本王の顔を知っているなら、早く中に入って伝える。はい。上昇。四殿下、たとえ皇族であっても。我が女皇帝に無理やり入る資格はありません。ユーヤンの招待を受けて、彼女を迎えに来た。たとえ縁を切ったとしても、愛知は。この機会すら与えないつもりですか？愛知がそんな非情な人で、娘同士の会話すら許さないなら、おそらく、父公も今日の地位につかせなかったでしょ殿下、老臣を脅す必要はありません。ユーヤンは、今日は邸内にいません。嘘つき。今彼女の声が聞こえたばかりだ。本省があなたを騙すと思いますか？殿下が信じないなら、中を調べても構いません。ただし、重臣の邸宅に無理やり入るという横暴な行為の評判は、殿下が終えるものかどうか。う。愛知の言葉は、もちろん信じます。それでは、また改めて尋ねます。おい、待て。ユーヤン、迎えに来たよ。叫ぶな。ユーヤン。邸内にいないと言ったでしょう。いいえね。ユーヤン。事案上昇。これがあなたの言う、屋敷にいないというやつですか？死刑を加え、自分の娘を虐待するなんて、畜生以下だ。この傷、父上がつけたんじゃない。私が転んだの。ユーヤン、怖がらないで。私とアヤンがついてるから。もう誰もあなたを傷つけさせない。ミンユエ姉のご好意、ありがとうございます。でも上昇府は私の家。家族がどうして私を傷つけましょうか。四王子、ジアンミンユエ。聞こえたか？
ユウヤンは私の娘だ。どうして手を挙げようか。お二人様、用がなければどうぞ。ユウヤンのあの様子、明らかに脅迫されてる。だからこそ、あなたはますます慌ててはいけない。弱みを握られ、3日後の上昇としての証明に影響する。しまった、あの父親のふりをした畜生。ユウヤンに父上が以下にいることを白状させようとしてるんじゃ？父上が危ない。行こ父上。安心して。もしジアン上昇が本当に連れ去られたら、この命をかけても、あなたのために探し出します。何を命をかけるだの言ってるんですか。父上、どこに行ってたんですか？娘はもう、心配で死にそうでした。何を心配した？父上がまた以前のように、肝心に害されるかと。4度の課はすでに親衛隊を動員し、この遺憾を囲んでいる。一般人は、父上に近づくことすらできない。父上が無事なら、ゆっくり休んで体力を回復させて、3日後、あの偽物の正体を暴きましょう。どうやら、私たちはユウヤンを誤解していたようだ。彼女は気弱だが、自分の信念と停戦を持っている。ただ、彼女はジアン上昇の居場所を明かさなかった。偽ジアン上昇が、簡単には彼女を許さないだろう。誰だ？ユウヤン。上昇府の偽父上。父上の居場所を白状させようとして、私が言わないと。母を脅すの。母は命がけで、私に逃げる時間を作ってくれた。あなたを探しに来たの。畜生ともめ、我が家に上がり込み、上昇府の身分を奪う。必ず父上のために、あなたたちのために正義を取り戻す。姉さん安心して。ユウヤンは分別がわかってる。どんなことがあっても、昔のことはどうであれ。ユウヤンは絶対に父上の行方を明かさない。いや、いえ。あの偽物に、父上の行方を言わせるんだ。あら。我が子よ、傷もまだ癒えていないのに、どうして起き上がったのか。父上、ユウヤン妹から聞きました。彼女が孔明傑さんから、父上の身分を偽った者の行方を聞き出したそうです。息子も、父上のために一泡吹かせたい。親子の間には通じ合うものがあるな。同じことを考えていた。今日は父上が皇帝と約束した。あの偽物の正体を暴く期限だ。もし、父上の身分を偽った者を、誰にも知られずに殺せれば、それに越したことはない。父上、ご安心ください。父上の身分を偽った者を見つけ次第、皮を剥ぎ骨を砕き、両遅刑に処して父上の怒りを晴らします。兄上、重傷が癒えていないのに、本当に馬に乗るのですか？女の浅はかな考えでは、大事を成し遂げられない。私は父上のために大事を成しに行くのだ。父上の心配の種を解決してこそ。我が祖父の100年の基盤が固まる。ユウヤンがわがままを言いました。ユウヤンは名月姉から聞きました。彼女たちは人目を避けるため、山道を通って宮中に入るそうです。名月姉は毎回出発する際、馬車に鈴をつけて、縁起を担いでいるそうです。この鈴を見れば、父上の身分を偽った者の馬車だとわかります。なるほど。孔明月のあの女。祖父にいた頃から、こんな習慣があった。今回のことがうまくいけば、父上にお願いして、あなたに良い縁談を探してもらおう。今回の功績への褒美として。これは父上が間もなく乗られる馬車です。二升姉でございます。
道中お気をつけて、父上をしっかりお世話ください。二章姉、ありがとうございます。縁起を担いで。はい。なるほど、お前は妹にわざと暴露させたのか。父上の行方ではなく。だが、どうして偽物が必ず。お前の言う山道を通ると分かった？これは四殿下の仕業です。おっと。何があった？上昇、前方に落石が道を塞いでおり、片付けるのに。半日かかるかもしれません。半日？それでは私が陛下に会い、身分を証明するのが遅れてしまうではないか。裏道を行け、はい。あいたた。うお。またどうした？上昇、私の腹痛がひどくて。怠け者のロバは用を足すばかり。早く行け。私の大事を遅らせるな。お前の皮を剥いでやる。はい。ジアン・ユーヤン、やはり嘘はついていなかった。はい。倍増、どうしてここに？やはり父上とそっくりだ。皇帝様でさえ。見分けがつかないのも無理はない。何をぼんやりしている？かかってこい。倍増、何をする？私はお前の身の父親だ。今朝ちょうど話をしたばかりだろう。私はお前の先祖だぞ。今日こそ、この偽物を殴り殺して父上の鬱憤を晴らしてやる。父上のふりをさせておくものか。老臣ジアンホン、皇帝陛下に拝謁。陛親、陛下に感謝申し上げます。先日、お花園での帰局以来。老臣、心から気にかけておりました。老臣にまた機会がございましょうか。陛下とあの未決の帰局を終える。治安上昇。本当にあなただったのか。老臣無能、もし、娘の民営と4度の下の支えがなければ、おそらく命を落とし、陛下にお目にかかることも叶わなかったでしょう。誰がそんな大胆なことを、我が朝の重臣を暗算しようとしたのか。治安上昇。早く前に来て、朕に見せてくれ。苦労をかけた。愛嬌、安心せよ。朕はすぐに天下に告げ、あなたの身分を回復させ。あなたを害した者を調査し、厳罰に処す。陛下、お待ちください。母上。母上などと呼ぶな。こちらが私の息子です。陛下。老臣にはこの一人息子がおりますが、悪人に、身分を偽られ、害されました。ご覧ください、全身傷だらけです。きっと口封じのため殺され、成り代わられようとしたのです。あなたは私が女であることを理由に軽蔑し、侮辱した。私はあなたが父上の生母であることを考え、気にしませんでした。しかし、同じ息子であるのに、なぜ私の父上にはそんなに冷酷なのか。あなたは母親としてふさわしいのか。治安民ゆえ、あなたはただの、祖父の養女に過ぎない。何の資格があるというのか。祖母にそんな口を聞くとは、お前はただの、上層家の養女に過ぎない。何の資格があって。祖母にそんな口を聞けるのか、口を裂いてやる。
女を殴るなんて、男として最低だ。陛下、老臣のこの傷の数々がすべて証拠です。きっと誰かが正体を暴かれるのを恐れて、老臣を口封じに殺そうとしたのです。さすがは長年私の父を名乗っていただけある。事実を歪める手腕も一流だな。この傷は、明らかに私の父を襲って失敗し、治安倍蔵に誤って切られたものだ。治安倍蔵。民ゆえの言うことは真実か。陛下ご明察、倍蔵は私の身の息子。どうして私を殺そうなどするでしょうか。陛下、老臣も証言します。孫と息子は仲良しで。こんなことは絶対にしません。陛下、どうか老臣の家族のために偽物を厳罰に。こう知ること母にごとくはなしという。治安上昇の母上ご自身が、実の息子だと認められた以上、まだ何か言い訳がおありですか。言い訳がないなら、この偽物を、天牢に押し込め、処分を待て。陛下お待ちを、疑問点が多すぎます。こんなで有罪なら。納得いきません。雫口人親をやりましょう。父上、民ゆえの言う通りです。適血人親が最良の方法でしょう。治安上昇の母上もいらっしゃることですし。それでは。陛下、老臣は病弱で、バイ ER は息子の血を引く。彼に代わりに検査させては。よし、老夫と君の言う通りにせよ。清水を2碗持ってこい。承知いたしました。民ゆえ、これは。父上ご心配なく、民ゆえには考えがあります。今日こそ偽物親子を、道連れにしてやる。大胆だ。重臣のふりをして、さらに朝廷で陳をからかうとは。陳がお前らを切れぬとでも思ったか。この、不届きな親子を引き下ろせ。老四、お前は陳が最も期待する息子だ。まさかこの女のために陳に逆らうのか。恐れながら、しかし私は信じております。民営が欺瞞などするはずがありませんと。この首をもって保証いたします。下がれ。陛下、この2碗の水は、治安倍蔵と彼が、実の親子関係であることしか証明できませんが、彼が治安本であることの証明にはなりません。治安民ゆえ。ここでデタラメを言うな。私と父は実の親子だ。私たちの血も混ざっている。どうしてこれが私の父ではないと言えるのか。陛下、しかしもし治安倍蔵が、私の父の身の子でもなかったら？あなた、これはどういう意味ですか？治安民ゆえ、何をしているんだ。あなたは祖母を害し、孝行の道に背き、人倫を無視した。おばあさんは本当に忘れっぽいですね。私はすでにあなたと縁を切っています。もうあなたの孫娘ではありません。陛下、どうぞご覧ください。母上。あなたがどう息子に接しようと、息子は一切恨みません。
しかし民ゆえは私の身の娘です。私は彼女が繰り返し傷つけられるのを絶対に許せません。これは、一体どういうことですか？どうして治安上昇が2人いるのですか？父上、あなたは彼らを最も親しい人と思っていました。しかし彼らはあなたに、そして娘に何をしたのですか？母上とユーヤンは上昇婦で、散々苦しめられました。まさか、あなたはまだいわゆる親族の情にこだわり、彼らのために隠し続けるつもりですか？母上。同じ息子なのに。なぜ、あなたは弟だけをひいきし、彼のために、息子の命まで奪おうとするのですか？何を言っているのかわからない。父上。お分かりにならないなら、私が説明しましょう。陛下。この方は私の父ジアンホンの双子の弟、ジアンシンです。何年も前、彼は賭博に溺れて先祖代々の財産を失い、父によって家から追い出されました。祖母は止めようとしましたが失敗し、父が冷酷すぎると考え、恨みを抱きました。20年前、祖母は父に復讐するため、規則を作りました。もし母上が男の子を産めなければ、父の制裁にはなれないと、父上と母上は深い愛情で結ばれていました。一時の思い詰めから、私と双子の妹ユーヤンを、事前に準備していた男の子と入れ替えました。そして私の祖母は父を脅して、いわゆる叔父の息子を養わせるため、叔父の身の息子を乳母に渡したのです。父に嘘をついて、外から連れてきた男の子だと。18年後、虐待され尽くしたユーヤンは、祖父に戻ってきた。そして私の良いお祖母様は、音が露見すると、あたかも何もなかったかのように、みんなを誤解させた。私こそがユーヤンと入れ替わったのだと。ジアンミンユエ。でたらめを言うな、私こそが祖父の着手だ。祖父の血筋をお前がとやかく言う権利はない。まだそんな夢を見ているのか、祖父は文人の家柄。なのに、お前のような鈍い奴が生まれた。血も文章もダメ、もし私がいなかったら、お前は朝廷の門がどこにあるかも、わからないだろう。陛下、聞かないでください。闇をねじ者が、ここで離間策を浪している、私のすべての文章。そして策論もすべて私の手によるもの、陛下。昔、私に才能があると。治安層の子にふさわしいとおっしゃったではありませんか。それは女性が朝廷に入れないから、さもなければとっくに。お前のような役立たずを追い出していた。姫君、あなたは私を信じてくれますよね。早く工場に説明してください。私は学識があり、決して世を欺くような人間ではありません。父上、治安倍増は、官職を売り、民衆を虐げ、不義の財を図り。罪状は108条、すべてここにあります。姫君、あなたは。治安倍増。あなたは死で私を騙した、ひどく騙された、私が恋したのは。決してあなたではなく、あの死だった。清らかで優美な言葉の裏に、女性の純粋な魂が。新女治安優ヤン。治安民ゆえの実米。祖父から姉の作論201巻を発見。治安倍増が工場に提出したものと。内容は同じ。しかし姉のベースは。治安倍増よりずっと前。これにより。治安倍増は、姉の功績を奪い、工場を騙そうとした。治安倍増。君を欺く罪は、死をもって償うべきだと知っているか。工場。治安民ゆえ。お前この厄介者め。IER はお前の実刑ではないが、血縁のある重刑だ。なぜ彼を死地に追いやったのか。血は水よりも濃い。それなのに、あの時私を死に追いやった時は、どうして血のつながりを考えなかったんだ？陛下、今や真実が明らかになりました。どうか父に、名月と影のすべての冤罪を晴らす、公正な裁きを。陛下、
すべては私の過ちです。私利私欲で兄のふりをしたのは間違いでした。でも、柏船は無実です。どうか命だけはお助けください。私が代わりに死にます。陛下。お前に私の代わりに死ぬ資格などない。なぜこんなに役立たずなんだ。私を、あの卑劣な孔明月に、踏みつけにさせて。白磁。そしてお前も、口では私が実の孫だと言いながら、なぜ私に、この出世の道を用意してくれなかった。私がこんな姿になったのは、すべてお前たちのせいだ。因果応報だ。これがお前の、自慢の孫の末路だ。生涯をかけて計画した。孫娘たちを犠牲にしてまで道を開いたのに。結局、彼は全く感謝もしない。お前。栄翔、朝廷の重臣になりすます。その声柏船。他人の策論を盗用、親子で上を欺き下を騙す。死罪に値する。息子よ、黄泉の旅路で。親子一緒だから怖くはない。父上、私の身の父よ。長年、あなたの息子として仕えてきたことを思って、陛下に命乞いをしてください。お願いです。約束します。これからは本当の父として、二人の妹のためにどんな苦労もします。父上、お願いです。黙れ。死に直面してやっと過ちに気づくのか。お前が、霊月を陥れたとき、今日のことを考えなかったのか。参加は変わっても本性は変わらない。柏船、お前をそばに置き、更生させようとしたが、根っからの悪は変わらず、かえって、妻と娘を苦しめた。親子の縁はとっくに切れている。処刑せよ。父上。本当に過ちに気づきました。どうか一度だけお許しを。お願いします。ああ、行こう。自業自得だよ。本当に闊快だ。行こう。お前たちの祖母は刺激に耐えられず、もう気が狂ってしまった。お前たちの父は彼女を大仏寺に送るように私に命じた。日夜世話をする人を派遣し、生死を問わず再会しない。私たち一家の苦難はすべて彼女のエコひいきが原因だ。皇帝が彼女を殺さなかったのは、すでに特別な恩赦だ。行け。ユウヤン、父はお前の許しを求めない。せめて父にお前を保証する機会を与えてくれ。お前が私の娘を変えたとき、私の意思を聞いたか。たとえユウヤンがお前を許しても、私は絶対に許さない。ユウヤン、母さんと行こう。夫人、どうか私にあなたたちを保証する機会を与えてください。本当に間違っていました、夫人。ソゾさんのこの悔い改めの道は、おそらくとても難しいだろう。夫人。事案症のことは、ひとまず置いておこう。私たちのことは、考えはまとまったか。私たち、何のこと？私の四王子妃になってくれ。ええやん、私の志はここにない。君は知っている、以前は。私は治安外像に、編み上げられた牢獄に神聖を縛られていた、これからは。私はもう誰かの付属品にはなりたくない。冗談だよ。君の心の中を、どうして知らないことがあろうか。私はすでに不幸と相談し、帝位争いには参加しないことにした。父公は私に南方の法治を与え、君と、新鮮のような夫婦になろう。和君が残したあの策論転籍を利用して、朝廷で女子入庁制度を遂行し、不幸の許可を得た。そして今、ユウヤンは朝廷で、最初の女官、民営になった。
君は本当に世の女性たちのために福祉を図ることを成し遂げた。世の女性たちはそれぞれに明るく清らかだ。私の微力で彼女たちを助けることができれば、この人生で十分だ。それでは私は、福君、驚くべき才能はすでに最高のものだ。